はい、皆さんこんにちは。ギター弾いてますか？はい、今日はですね、ギターを紹介いたします。これです。パッと見てお分かりかどうかですね。これですね、私が所有しているギターなんですけれども、しばらくですね、貸し出ししておりました。に戻ってきましたのでね、今日ご紹介いたします。マーチン HD28V というギターです。もうね、これ製造はもうされてないんですけれどもね、この個体は2008年製造の個体です。今から18年ほど前ですかね。で、HD28 というのはですね、今でも作られております。HD28V はですね、戦前のマーチン D28 の仕様をもとに復刻したモデルなんですね。ですから戦前はこんなようなギターが弾かれていたということなんですね。戦前の古いギターを復刻したというようなことになります。で、ですから同じ D28 なんですけれども、戦前戦後の違いだけかということなんですけれども、実はですね、D28 と比べましてね、全然違うんですね。こちら D28 です。これは2000年製の28ですけどね。見た目はほとんど同じなんですけども、違いますね。なぜそんな違うのかね、その秘密をね、今日はじっくり、解説していきたいと思いますんで、最後までご覧ください。このギターの HD28V の H はですね、いわゆるこのボディに施されているヘリンボーンの柄のことを言いますね。はい。で、V というのはヴィンテージ仕様という意味合いですね。まずこの私とこのギターの出会いというのをですね、ある楽器店で試し弾きしたんですけれども、弾いてるうちにですね、最初、5分過ぎて10分弾いてるとだんだん音がね、すごく出るようになってきたんですね。アコギっていうのはやっぱ弾けば弾くほど鳴るようになるって、分かっていたんですけれども、弾いてるうちにだんだん音が出るようになるっていう経験をですね、実は初めてしましたね。で、お店の人にね、尋ねたんですよ。これなんか音が、弾いてるうちに音がよく出るようになってきましたよ。気のせいかなって、言いましたら、そうでしょっていうわけですよ。実はこのギターね、弾いてるうちに5分、10分、15分弾いてるうちにどんどん音が大きくなって出るようになってくるんですよ。あ、そうなんですかって。いや、すごいですね。いうことになってね。で、もうお店閉まりますけど、私奥で片付けしてますんで、どうぞどうぞ弾いといてくださいって言われてね、あ、いいですかということで、弾いてたんですよ。でボンボン音が出て、もうお店、誰もお客さんもいなかったんでね、もう遠慮なくね、弾いてたんです。これ買ったのが2009年か10年ぐらいだったと思うんですけども、2001年に、その前にですね、D28 をもう買ってたんでね、ですから、D28 と似たような、同じような系列のギターもいらないなとは思ってたんですよ。で、HD28 も D28 に似た個体だろうなというふうに思ってたんですけれどもね、弾いてみると全然違うということが分かりましてね、めちゃくちゃ欲しくなって。で、そうですね、20分ぐらい弾いてましたかね。20分ぐらいね。もっとかな。もうそうなるとね、置いて帰りたくないというかね。で、しょうがない。で、とうとうやっぱりその日に決めて買って持って帰りました。そういうね、衝撃的な出会いがこのギターとはありましたね。はい。そういうギターなんですけれども、この YouTube では全然登場しなかったですね。初めて今日はご紹介するんですけども。というのはですね、このギターしばらくですね、大阪のあるスタジオに貸し出ししてたんですね。そちらのスタジオで、レコーディングにちょっと使ってたんです。音がいいんでね、主にこのアコースティックギターのそのリードギターで使ってた
みたいですね。これピックアップがついてないんでね、マイク取りでリードギター、主にねリードギターを取ってたみたいですね。しばらく使ってもらってたんですけども、まあ、一応お役目が終わったんでね、今回帰ってきたわけなんですけども、帰ってくるにあたってですね、スタジオさんの方で調整し直してくれました。だいぶ、フレットもだいぶね、使い込んでたんでリフレットしてくれまして、フレットがこれ全部新しくなってますね。それからこのナットもですね新しくしてくれてます。それからこのバインディングもちょっと剥がれが見えてたんですけど、バインディングの剥がれなんかもね綺麗に直してくれてますね。それからネックの歪みとか反りとかね、それも全部調整してくれて完璧な状態で、この度帰ってきました。いやー久しぶりにね、これ弾いて、やっぱりいいな、やっぱりいいなって思いますね。はい、ではこの後ですね、このギターについて詳しく、ご紹介していきますんで、興味のある方は引き続きご覧ください。ここからちょっと詳しくこのギターの説明をさせてもらいますね。いやーね、このギター非常に好きなんですけれども、まず何といってもね、このヘリンボーンです。これね、これ時代を感じますよね。古き良きアメリカの匂いがしますよね、この辺ね。このギターはもう復刻版なんでね、戦前のギターを復刻したということなんで、戦前の仕様がそのままあるんですね。その中の代表的なものがこのヘリンボーンなんですね。これがあることによって時代を感じますよね。はい。それとあとね、これ赤茶けた感じがするんですけど、元からこういう塗装なんですね。ちょっとエイジド加工したような塗装に実はなってます。こちらにマーチン D28 ありますけれども、これは、新品で購入した時、2000年ですね。2000年か2001年だったと思いますけれども、新品で購入した時は、このトップ材はもうちょっと白っぽかったんですね。で、20年以上経ってこんな色に変わってきてまして、だいたいこれで HD28 とだいたい似たような、トップの色になってきてますね。こちらを買った時からこういう風な色でした。で、こちらの方が古いんですけれども、こちらの方が古っぽく見えますよね。はい。それとですね、このギアですけれども、つまみがちょっと小さいんですね。小さくて、オープンのギアがオープン型ですね。こうなってますね。これがもう昔の仕様ですよね、これね。こっちの D28 はペグのつまみが大きいですね、これ比べるとね。で、ギアはこう見えませんね。クローズドタイプカバーされてますんでね、そこがまあ違いますね。あとね、このポジションマーク、これありますけれども、これが形がですねダイヤモンド型になってますね。ダイヤモンド型。28はこのようにね丸いポジションマークですね。あとピックガード、これですね。べっ甲柄ですけれどもね、これよく見るとこれ面取りしてるんですよ。角が取れてこう丸くなってるんですね。ですからこう引っかかりがないというか、こういくんですね。ここで D28 はですね、このプラスチックをこう切ってパタッと貼っただけだからこう引っかかる、ここが角がありまして、こうくると引っかかってしまうんです。ここね、ここが違いますね。でもう一つの違いはですね、このサドルですね。これよく見るとこれ長いですよね、ロングサドル。この例えば6弦からのこっちにはみ出た部分がそれ2センチぐらいありますね。この1弦からはみ出た部分も2センチ近くあります。こうね。D28 は
どうでしょうかね。1センチぐらいなんですね。6弦からはみ出た部分、あるいは1弦からはみ出た部分がだいたい1センチぐらいって短いんです。こうやって見るとどうですかね。こっちの方がこれはいわゆるロングサドルと言われるタイプですね。昔のギターにはこういうロングサドルタイプが多かったみたいですね。というのはですね、以前の動画で紹介しましたこのギブソンの LO を復刻したザ・スイッチの SLO というギターがあるんですけども、これもですね、戦前の1930年代のギターを復刻したモデルなんですけども、これもやはりサドルはロングサドルですね、なっています。でもちろんこのペグもですね、このギアむき出しのタイプで、このつまみも非常に小さいこういう風になってますね。まあオールドスタイルですね、これがね。昔はこういうやっぱりロングサドルでオープンギアというのが普通だったんでしょうかね。それからネックについてはですね、これやや太め、若干太めで V シェイプですね。真ん中がちょっと盛り上がってるんですよ、これね。ちょっと分かりにくいかもしれませんけどね。だからこう握った時に手のここに V の山が少し当たるんですね。これって私にとっては非常に弾きやすいんですよ。で D28 は割と細いんですね。これ細くて平べったくて突起がありません。センター部分突起はなくて丸みを帯びてますね。かまぼこのような形になってまして薄いんです。ですから握った時のペタッとこう薄いんですね。でこれね、私の場合はコードをこう握り込んで弾くタイプなんですよ。ですからむしろちょっと太めで V シェイプの方がガチッと握れるんですね。ガチッと、これバレエコードでやる場合は D28 の方がちょっと薄いネックなんでね、やりやすいと思うんですけど、私のようにガチッと握り込んで弾くタイプ、 F でもこう握りますけど、こうじゃなくてこう握る、それは手にぴったりきますね。私としてはこっちの HD28V の方が非常に握りやすいですね。今ね HD28V は製造されてませんけれども、 HD28 は今でも製造されてまして、 HD28 になるともうここのネックが細くなってるみたいですね。細くなって V じゃなくてね、ナット幅は若干なんかD28 と比べると若干細めになってますね。この幅が、ここの幅が狭いというかね、この幅がね、だからまあちょっと握りやすい。私にとってはまあどっちでもちょっと細すぎるかなという気もしますけどね。今の方が幅的にはいいですね。でね、このギターの大きな特徴としてですね、どうして音が出るかという一つの要因はですね、このブレーシングにあるんですね。X ブレーシングというのはこの中に入ってるんですけども、このブレーシングをですね、フォワードシフトっていうか X のこれをサウンドホールに近づけてるんですね。下からグッとこうね。でだからフォワードシフテッドでスキャラップと、要するに削ってる、ちょっと細く削ってるんですね。フォワードシフテッドスキャラップと X ブレーシングというのが採用されてます。D28 は、普通の X ブレーシングですよ。フォワードシフトしてない、フォワードシフトしてないタイプになっています。これ何が違うかと言いますと、サウンドホール寄りに動かすことによってここの面積が広くなってここの振動が大きくなるという特徴があるんですね。実際こう弾いてみるとこの辺がすごくビンビン揺れてますね。ただし、振動がよく伝わるということの反面、若干強度が弱くなるというかね、この辺のここが盛り上がりやすくなったりね、するみたいですけどね。今のところまあ大丈夫ですけどね。使わない時は弦を緩めとくいうことで対策しないとね、ダメだと思いますけどね。
そのエクスプレッシングについてはですね、こいつ、これも戦前のモデルなんですけれども、これも、フォワードシフテッドエクスプレッシングですね。フォワードシフト。鳴りをちょっと重視したギターになります。もう本当にこれはよく音が出ます。鳴ります。だからこの2つはね、音がすごくよく出るギターですね。やっぱ戦前のギターってやっぱりそうなんですかね。そういうギターが多いんでしょうね。材質については D28 とまあ一緒です。このトップ材がストカスプルースですね。それからサイドとバックがインディアンローズウッドですね。このネックがこれはマホガニーですね。比較のためにバーチン D28 を弾いてみます。ついでに SLO も弾いてみます。3本弾きました。どうですかね。違いが分かりましたでしょうか。残念ながらこれ以上強く弾くことができません。本当はですね、スタジオでもう少し強くピッキングしたいところなんですよ。そうするとこのギターのね、本来持ってる力が出てくるんですけどね、ここがね、マンションなんでね、これ以上大きい音を出すと、まあ近所からね苦情が来るのでね、残念ながら出せないんですけども、ちょっとだけ、やってみましょうか。おっと危ない
はい、本日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さよなら。